こんにちは。アラフィフ女子のサバイバル奮闘記。長い冬の終わりを待つここアメリカ東海岸でも、本格的な冬を迎える前にはその寒さを和らげる催し物がここでは楽しめるんです。前回に引き続き冬に行われた催し物を2つご紹介します。いずれもアメリカで一番を誇るんですよ。11月、我が家から車で15分。ここはペンシルベニア州ミフリンバーグにある卸売市場、バッファローバレープロデュースオークション。この日行われていたのは世界最大のクリスマスツリーオークションです。普段は気にも留めない農地のど真ん中に突然現れる巨大市場。なぜこの町でツリーオークションが行われるようになったのか不思議です。4万本以上の木々から最高のものを求めて東海岸各地から買い手が集まりました。普段はペンシルベニアのナンバーしか見ない片田舎ですが、トラックのナンバーも州ごとに様々。皆さん遠くからお疲れ様です。主に取引されているのはフレイザーモミという木の種類。積み重ねられた木々はチェーン店や小売店、オンラインなどで販売されました。ツリーオークションの前日に開催されたのはリースのオークション。購入されたオーナメントやデコレーションなど多くの工芸品や季節の品々が所狭しと並んでいました。ちなみにこのオークションの情報は地元の友人で元高校教師ジェフおじさんから仕入れました。ジェフおじさん、ありがとうございました。こちらも同じくミフリンバーグ。12月、マーケット通りで行われたのはクリスキンドルマーケット。アメリカで最も古い屋外でのクリスマスマーケットと言われています。マーケットは地域のドイツ系移民の伝統を伝えるとともに、この小さな町を盛り上げようと始まりました。通りに並ぶのは75以上の屋台。ドイツとオーストリアで続くクリスキンドルマルクトと言われるクリスマスマーケットを再現しています。マーケットでは地元で作られた工芸品やホリデーシーズンにぴったりのデコレーションなどが並びました。屋台からはいい匂いが漂い、美味しそうな食べ物ばかり。ついつい目移りしちゃいます。良心的な値段は片田舎だからこそ。また案の定、知り合いにも何人も会っちゃいました。これもまた片田舎だからこそ。一瞬の油断も許されませんね。ここアメリカ東海岸にも間もなく訪れる春。冬の寒さが厳しいからこそ暖かな春が来た時の喜びが大きいんでしょうね。次回もお楽しみに。